ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、七草スパゲティ作っていきましょう。まずですね、日本酒菊水の辛口煽ります。でですね、七草、これね、1月7日この春の七草って書いてますけども、七草がゆっていうのを食べるというね、風習が日本にはありますけれども、あんまり僕の記憶の中では七草がゆみたいなのをもちろん一人暮らし始めてからは食べてないですし、実家の頃もね多分食べたことないような気がするんですよね。なので、せっかくなんで一応スーパーにねセットが売ってたんで食べてみようと思うんですが、おかゆにせずに、スパゲティにするという、そしてこのアンチョビとか牡蠣とかね、オイルも使うしニンニクも入れますんで、この七草がゆのね本来の目的、このお正月にいいものを食べ過ぎた胃腸を、この胃腸を休める成分が入っている七草を食べることによって体を休めようという、その本来の目的からはもう遠く外れていますが、とりあえず雰囲気だけでも味わおうということで、普通に七草がゆ作ればよかったんですけど、ちょっとなんかお腹減ってたもんで、ちょっとおかゆじゃ物足りひんなということでスパゲティにいたしました。雰囲気だけやります。でちょっともうなんかなずなとかね、いろいろ七草あるんですけど、正直今切ってんのが何なのかっていうのはよく分かりません。よく分からないですけども、いろいろこの成長作用であるとか、なんかそれぞれねいろいろ役割があるんですよね。でちょっともうパスタに入れるのもね、どう切ればいいか分かんないんで、とりあえず適当に切ってまいります。でこのね七草、一応こう七草生かしにしようと思って最初シンプルなオイル系のパスタにしようかと思ったんですけど、ちょっと物足りないなということで、この牡蠣とでこのトマトソースをちょっと入れまして、でこのアンチョビですね、アンチョビの塩気を加えると。でアンチョビ細かく切っていきます。でまずこれお湯沸かす用のフライパンですね。お湯沸かす用のフライパンっていうそれ専用じゃないんですけど、煽ります。ちょっと最近日本酒をよく飲みます。お正月からの流れでしょうか。でですね、お湯に塩しまして、で今回パスタなんでアルミパン、こじらせアルミパン絶賛発売中、これ使っていきます。でオリーブオイル入れまして、ちょっと多めですかね。でニンニクですね、ニンニクを細かく刻んでまいります。でちょっとこう傾けてね、なんか傾けた感じ、ちょっとプロっぽい感じにしました。でニンニクね、弱火でオリーブオイルに香りを移していく。これ焦げつかないようにしないとね苦み出ちゃうんで。でトマトソースピューレ、これ大さじ5杯ぐらいでしたね。はい。でちょっとこうかき混ぜて、これをですね、もう割とそんなトマトの感じ多めじゃなくて、このいい感じに煮詰めていきます。でアンチョビ、これだからニンニクの香りをオリーブオイルに移して、でトマトの味と、でこのアンチョビの塩気、もうこんな感じにして、あんまりこれ以外の素材の持ってる塩気以外、味以外もう今回つけないようにしていきます。牡蠣のねこの味もこのソースにね移していけばいいなという感じですね。でパスタの方にも塩して湯がきますんで、もうその塩分だけでもう十分かなと。でこの七草のなんか白いやつ、名前のわからないやつを入れます。でこれで煮詰めていってね、
もう素材の持ってる塩気とパスタを湯がく時の塩気、これでいけるんではないかと。少し優しめのパスタにしたいと思います。9分ですね。さあ煮詰まっております。酔っ払ってきております。いい感じに煮詰まりましたね。このね、この感じ好きなんですよね。うん、この感じ好きで、結構しっかりとね煮詰まってきていますんで、これが少しパスタに絡めば十分味はいい感じかなと。さあ湯がき上がりました。でちょっともう一回ね、軽くソースの方を温めつつ、でここで、七草のうちのこの葉っぱの部分ですね、何かの葉っぱ投入します。あんまり早く入れすぎるともうちっちゃになってまいりますんで、ちょっと最後の方に入れまして、少し温めながらあえていく。こういう使い方がこのアルミのフライパンはいいと思います。これでじゃんじゃん炒めたりとかするようなフライパンではないので、こんな感じの使い方がいいかなと思います。で一見ちょっとね、色薄そうに見えるんですけど、ソース物足りないのかなって思いそうな色合いなんですけど、しっかり煮詰まってますんで、十分なお味がついております。メールダメよ。